ヒロトとジョンです。今回はナビベース、フーチンナンバーワンとの対戦ですがね。元世界王者とのね、対戦になりますね。お互いに世界王者同士の対決になっていきます。なんか最近、フーチンとのね、対戦も増えてるような感じですかね。早速やっていきましょう。先行ナビの方からがククイヒーラバル。さあ、6時にシューターを置きつつ、クイーンを展開してというところ。内側の迫撃砲をね、最悪キャッシュなくてもいい感じかな。クイーンの方でターゲット頑張って取れればいいなぐらいかな。ストライカーがいってるんですけど、ちょっと火力的にもかなり持っていかれてますね。最近のキングはやっぱ硬いですからね。いい。第1クロスから追って、ホーミングもしっかり据えて、ちょっとだけ援軍釣れたんですけど、ウォールブレーカー出すことでちょっとだけまた援軍を釣っていく。ワンチャンホグ投げるのもありなシーンでしたが、ポイズンなしで処理しなきゃいけないからね。ここでようやく全て援軍がわかる形なんですが、20体か。ウォールブレーカーつけて、で、レイジを使っていきます。迫撃砲のタゲをね、ホグとアーチャー、じゃあバーバリアンだ。これ、運命なタイミング。完璧。素晴らしいです。スニーがぶつかって金庫削りに来て、ウォールブレーカー入れていきます。ここはインビジブルかけることで、ウォールブレーカー、奥まではかず、そうなるとモノリスのターゲットは、両サイドアタック。逆サイドキング使ってるんですけど、クイーンはこれは壁を殴りますね。延命するかどうかですが、延命しに行きました。そうなるとタウンホールをもうクイーンで落とそうという形ですかね。さあ、インビジブルタワーをかけることで、モノリスを先に折らせつつ、キングロイヤルチャンピオン逆サイド、うまい。さあ、ここインビジブルタワーはもう仕方ないので発動させていきますね。立ち位置変わらないのいいっすね。タウンホールは起動してないじゃん、まだ。うん。移動してないところでしたね。ラッキーラッキー。さあ、重ねてかけていきます。さあ、ラバハウンドここ通しつつ、どうだ、クイーンの方でタウンホール落とせて、インビジブルタワーも落とせたので、まあ、十分でしょう。非常にいい形。フェニックス。偉すぎる。偉すぎる、それは。わ。こっちはなんだ、おでひかなんかしたら死にますよ、みたいなテスラを作りたかったのかな。回収ウィザード刺していって、当然ね、そのテスラモリにはバルーンを合わせていきつつ、ストライカーを残った施設に投げ込んで、回収をリクスケ、ベビーもワンチャンこっちでいいかもしれないんだけど、どこ投げたこれ。裏投げ、表投げたね。さあ、これは、惜しすぎる。99%。さあ、ライドラにクエイクが1枚入った形。チェインをサポート。タウンホールですね。ロケバル2体が対空砲おるんだったら、3時から行くんだったらここかな。違いましたね。カウントすんのかな。両サイドのアーチャータワーを削るんだ。なるほど。で、ライドラのレイジインビジブルみたいな感じでやっていくんですかね。さあ、ホーミングの方は、ロケバルが吸ってくれて、いいインビジブル。いやー、これは強ー。強くなりかけた。さあ、クエイク、完璧か？完璧が過ぎるな、それは。計算通りすぎましたね。しっかりケアでクエイクまで用意してたのが、素晴らしい形になりました。いや、初手の削りめちゃくちゃうまい、これは。で、ボマーまで使えるライドラッシュを初手でトームぶちかけて、進めていきます。キングクイーンも外周分歩かせつつ、ちょっと12時の方が軽く高くなってますね。ホーミングにヒットで、ここはフリーズかけますが、ライドラ溶けていく。
ただ中心部の方になかなか進めないですね。キングクイーンもここで結構溶けかけてますね。終点までライドラとこのボマーのある程度持ってこないと苦しくなりそう。ロイヤルチャンピオンはいるけど、リクスケ当然出てくるとは思うので。さあ、ボマーがやられましたが、中心部ライドラの方は突破ができて、フリーズはここに打っていく。第1クロスまでフリーズできなかったのが、これ、かなり痛いですね。ロイヤルチャンピオンが。いやー、このフリーズミスったの痛すぎる。レッドゲージまで落ちていって。噛みすぎる、そのリクスケ。いや、フリーズもったいねー。フリーズもったいないし、これ結構大砲からだったんじゃないか、これ。もしくはこっち。ロイちゃんの使い方次第と、ほんと最後のフリーズとロイちゃん次第で全開取れたアタックじゃないかなと思いますね。ロテのね、あれめっちゃ良かったもんね。なので、プランニング段階では非常に良かったアタックだったかなと思います。リターンが入ったスーパーボーラーですね。森尾さん、イエティでターゲット取らせつつシューターを置いてクイヒー展開。ウォールブレーカー使っていくんですが、開けたいウォールブレーカーかな、これは。対地マルチ、イーグルまで削る形かな。火力も非常に上がってるんですけど、ヒーラー4体で耐え切っていく。レイジタワーがこれ、微妙にクロスボウ刺さってないので、おっと、レイジタワーまで降り切らせて、まだ行く。いや、だいぶ削ったね。シューターの方も非常にいいですね。これどこから行くんだ6時に打ってくれそうな感じですかね。6時じゃない。このウィズ島に打ってくれそうなのを見て6時から展開。これ燃焼ダメージがね、金山とかにも入ることで、この辺ね、スーパーボーラーのためのサイドカットにもなりますね。ウォールブレーカー。これ強いなぁ。イーグルも削ってるしね。対空砲の方もシューターがある程度攻撃を入れてくれると、撃てるんですけど。逆サイド、穴もシューターが開けてくれてるので、奥の方にジャンプを打つことができる。逆サイド3時の方にキングネクロ。強っ。これ投石までシューターもマジで強いな、このルート。ほんと配置に刺さった選択ができてますね、これは。こういうとこ非常にいいプレーです。さあ、いいトーム。ダウンホールの方までしっかりスーパーボーラー誘導しつつ、一瞬で処理をしていく。この辺の瞬間火力がね、エレクトロタイタンではできないところですかね。さあ、インビジブルレイジを使っていくことで延命しつつ、火力も出させていく。逆サイドの投石機の方もスーパーボーラーが追ってくれて、おでんは落ちますが、まだクイーンがクロークを持っているので、ここはね、タウンホールのポイズンも切れたので、クローク当せつつ、フリーズ打って、ロイヤルチャンピオンブーメラン。対1クロスのターゲットはエレクトロタイタンから変わらず、その隙にクイーンがマルチ IT 第1クロス通り切って、タイタン採用も強すぎるな、これ。ナイス展開。いや、今のめちゃくちゃいいアタックでしたね。森尾さんもどんどん展開生まれてきて、いい感じですね。早めに行けるっていうのもね、ポイントとして高いです。戦術も結構固定化されずにいろいろやってしっかり展開取れてるんでね、非常にいいカットじゃないかなと思います。サイドカットやりつつ、クイヒーホグ、シューターはどこに置くのか。これ、迫撃削ったらかな。迫撃削ったら投石にいきなり刺すシューター投げそうかなと思ったけど、来たね。ちょっと喉と口が回んねえや。久しぶりで。インビジブル2枚は両方クイヒーのね、誘導に使ってきましたね。本来使いたい形の誘導、インビジブルの使い方ではないんですが、いいフォーミングチェックですね。
いい形。うん。なりかけましたが、おおビッグスケに反応してさらに戻っていく。ズルしてんな。ここでインビジブルないのきつ。ここインビジブルで欲しいね。めちゃめちゃ欲しいポイントだったんですけど。残念ながら。さあここはレイジフリーズをクイに打つ。あれができるかどうかですが、諦めるかな。レイジの方もね、ホグに回して、クイヒーはもう諦めました。あとはフリーズでホグを延命していく形ですが、ちょっとホグは落ちている。キングがまだフィスト持って外周流れてるのと、ここをクイーンじゃない、ロイヤルチャンピオンの延命と、スーパーホグがこれシューターの中身に入ってたようで、そこがちょっと戦ってますね、テスラと。ヒーラーまでついて。キングフィスト使いつつ、ストライカー合わせて、フリーズこっちに合わせることで、ロイヤルチャンピオンをストライカー処理。で、ロイヤルチャンピオンも合流しつつ、キングの方にもストライカーを合わせている。このあれうまいっすね、ギリギリのところ。結構展開的には嫌な呪文の使い方をね、2度もさせられて、クイーンも落ちてなんですけど、持ってけますね。よ。僕自体はね、結構早めに溶けちゃって、まあ、スニグブ使わなきゃいけないっていうところでね、スーパーホグは使えない感じだったのかな。このクランはね、シンさんとシアさんがいてね、どっちがどっちかわからんくなるんですけど、リターン型のエレクトロタイタンということでね、カズマくん、結構森尾さんのアタックと近いような感じで、スニゴブ使ってエリクサータンク削ってクイヒーパートを進めていきます。マルチ IT のところを、迫撃砲も削りつつ、ここは回収していく形ですね。で、シューターを多分この跡地に置いてきそうなもんですが、どうでしょうか。さあ、アーチャーター削れたのを見て置いていきました。第1クロスのタグをね、ひたすら内側で取り続けたいっていうね。さあ、アイゴレからのエレクトロタイタン展開していって、マルチ IT の方はシューターが打ってくれて、ヒーラーもね、ギリギリなラインですね。安い、ありがとう。安いパーにヒーラーを助けてもらいましょう。さあ、アイスゴーレム。せっかくね、エレクトロタイタン使ってるときはラバが出てきてほしいですよね。クイヒーのときはちょっとラバめんどくさいなって感じですが、タイタン使ってるときはラバ出てきてほしいと願うばかりですが、大体こういうの逆なんだよね、出てくるの。タイタン使ってるとアイゴレが出てきて、クイヒーやるとラバが出てくること。残念ながら、そういうことが多い。世の中そういうものですね。ここでトームをかけていきつつ、インビジューターはね、特にフリーズを使わず、落としきれないですからね、時間以内に。なので、発動だけさせて、クイーンの方をここで。でもだいぶ削れてんね。先に折れましたね。クイーンの方とウォーデンの方を延命しつつ、キングもここ、ストライカーしっかりね延命したかったので、フリーズをマルチ相手にかけることで、ストライカーを延命して、ロイヤルチャンピオンまで追加だし。クイーンの方はどう動くかな。相手のクイーンは壁入ってないのでね、触れませんが、クローク打っていきつつ、9時の方、ここはキングロイちゃんと合流していく4ヒーロー。さあ、ライフオーラまで入りますね、ロイヤルチャンピオン。シューターの方はここで弾け飛びまして出てきたのはスーパーガーゴイル。配置触ってくれる人も欲しいですね。さあ、ストライカーしっかり残して、アイゴレまで入ってて。なんでここまで残ってるんだ、これが。このプランでどうなんだろう。ロイヤルチャンピオン本来ここ見てなくて、実はアイゴレロイちゃんをここもう2時から初手からやるつもりだったのかもしれないし。様子見ていろいろ使えるものを持ってきてるのかな。非常にいい展開でしたね。さあ、対戦相手、シンさんに続き、シアさんもクイヒーのホグということで。もともとクイヒーやってた人のたちなので、そんなに不思議じゃないんですけど。なんか面白いですね。どっちがどっちかわかんないんでね。シューター持ってきてるんですけど、置きどこがなかなか難しいので、投石のところ。クイヒーはそのまま流して投石を見てくださいって形です。
このタイミングでのホグだとテスラ出た時シューター間に合わねえんじゃねえかなと思いますが、まあ、右側は結構見えてるからいいのか。左だけ見れればって感じかな。まあ、クイーンはね、ここから入れるつもりはもう全く毛頭なく、流してから上から入れるような感じになってくるのかな。ウォールブレーカーもあるので、白鳥とかもワンチャン。迫撃砲のターゲットはね、2本もあるんですけど、ちょっとなかなか回収できないです。逆サイドをキングで使っていって、ウォールブレーカー1枚通しましたが、全然通らず。もう一度ウォールブレーカー使って、深く開けていきます。スニゴブとかも使いつつ、キングロイヤルチャンピオンまで出すんだ。ホグライダーに合わせたいんですけど、これは。ホグも合わせてオーデン、ちょっと左気味に出したいかなってとこですが。オーデン。ロイちゃん入らないっすね。能力保てず、ここでトームをギリギリ合わせていく。タウンホールはこれトルネまで入ったので、インビジブル、フリーズか。フリーズから入りつつ、突破はできましたね。ホグがもうすでにいなくなっている状況。スケルトの呪文を置いて、モノリスのターゲットをね、取ってもらってますね。フィヒの方は延命されて、フリーズインビジブルでロイヤルチャンピオンどこまで伸びるかなんですけど、この配置だったかな。ホグ対策が結構こっちがかなりあって、巨爆バネリクスケみたいなのがね、固まってるんでね。まあ、ホグ、やっぱちょっと弱く見えちゃうな、スーパーホグ使ってる身からすると。突破はできずに、まあ、十分初手トームとかね、いろいろやってはいたんですけど、まあ、ロイヤルチャンピオンの能力をね、守るゲームなので、この陸編成は、ロイちゃんむき出しになって初手でトームに合わせられなくて、能力を使ってしまったというところで、そこがちょっと、本体パートが伸びなかった要因かな。とはいえ、めちゃめちゃ伸びてますね。食い火あの状況で活かすこともできてるので、今回ちょっと時間切れなんですけど、前回まで伸びてもおかしくないぐらいの感じにはなってますね。さあ、96まで伸びて時間切れです。さあ、クラウス、ホグ。編成的にはタウント2なのかな。すんのまさか。そんなわけないか。なるほど。突イエティでヒーローでタウンホール見る形かな、そうなると。援軍ロイヤルチャンピオン投石機折れるレイジまで置いてね、確実にというところ。非常に強い。上振る。だいぶ強い。テスラとか対策とか一切なかったので、めっちゃ強くなってますね。これは、いいアーチャー。このアーチャー一体で、このインドラのターゲットをね、アーチャーで吸うことができるので、初手からいきなりウィーンって上がることはなく、ただここはちょっと、軽く曲がってるので、ギリギリでフリーズいいですね。パピーにもしっかりかかりきって、インドラの処理は簡単に。フリーズは必要な部分なのでね、かわされましたが十分でしょう。通常ゴブリンでのサイドカットもいいですね、ここ。3体。スニゴブはね、使えないので。通常ゴブリンサイドカット。フリーズとタウンホールをキングで射抜く形か。ウォールブレーカーも非常にいい。クイーンは、キングはこれ外周ぐるぐる回っていくんだけど、インビジブルタワーだけ発動しちゃうかな。どうだろう。来た。フリーズ。間に合う。クイーンの方も、クロークまで使ってモノリスまで先に折らして、これタウンホールの後にモノリス打てるの分かってる人のクロークですね。がです。スーパーホグと通常ホグも若干混ぜたかな。からのトームレイジをかけていきつつ、逆サイドジャイホグ。中心、ここのマルチ IT 軍がね、3つもマルチあるので、ヒールをかけて、ホグライダーはね、ディガーと違ってこのトルネードにかかってしまいますので、だいぶね、トームの足止めはされてしまいました。レイジトームがね。ここは2枚目のヒールで突破させていく形になってるんですけど、さすがにスーパーホグとはいえ、トルネマルチ3本レイジタワーまで乗ってたら、ここはやられてしまいましたが、ロイヤルチャンピオンの能力を守るゲームなので、しっかりここが突破できて、通常ホグがまだ残ってるので、
スケルトンの呪文でクイーンのタゲを取らせつつ、投石のタゲとかもね、拾ってほしいところですね。ロイヤルチャンピオンが合流いたしまして、ストライカーも刺さっていって、強。うまレジェンドでね、結構スーパーホグもクラスは変わってるっていうところと、今までのね、自分の得意編成として、スーサイドというところを一緒に合わせていったところで、ラバルじゃなくてスーパーホグになっているところがね、今の新しいタウンホール15環境を表すような展開ですね。さあ、木、クイヒーラバレー。結構ね、5番手に来ることが多い人なんですけど、4番手に参りつつ、さあ、6時にカドテスラ。ウォーミングまであった。シューターをセットしつつ、テスラチェックのバーバリアンかな、今のは。逆サイド展開して、スニゴブからのクイーン展開、ウォールブレーカーまでキング入れるようかんのかな。誰だったかな、誰かがなんか対戦でやってたな、このルート。いいジャイアントです。キングのルートどころも完璧だし、シューターこれ、ジャイアントは出てくるんですね。毎回このシューターでジャイアント刺してますね。ジャイ強。ジャイ強。アーチャーターと迫撃砲だけだと全然突破できちゃいますね。さあ、オールブレーカーからのオールブレーカーでしっかり道作っていきつつ、誰だっけなヤッターさんとね、カズマさんが 1V バーンをやった時に、カズマくんが配置自作したんです、みたいなこと言って、これを持ってきてたんですけど、その後の対戦かなんかで同じクイヒールートやってる人いたかな、確か。オールブレーカー届くかな、大丈夫そう。先に打って、クイーンにもかかるフリーズ。いや、強いな、これめちゃくちゃに。完璧ですね。クイヒールート完璧。非常に綺麗に成功できてます。ラストレイジはクイヒーに使うことで、ロイヤルチャンピオンの方も降りることができるし、投石のケアもできてるし、タウンホールさえ落とせばいいというラバルですね、これは。プラスで外周部の施設。モノリスの方も触りたいんですけど、ちょっとね、トムも最初に合わせたので。でもシューターがクイーンのためのルートを作ってくれてますね、穴開け。無視しますね、それをね。無視しますね。ロイヤルチャンピオン能力残ってる状況で、角にもね、テスラ12時の方出てるんで、ブーメラン使って、テスラの方盛りつつ、残ったところもこれで終わりですね。いやー、クイヒールートが完璧だったので、あれされちゃったら無理かな。キングのサイドカット。こういうとこほんとうまいね。相手も世界王者ですからね。最終アタック、星3、クイヒーホグ。久々にクイヒーホグに戻してというところで。最近はね、スパガゴのホグ、スーパーホグラッシュをやってましたが。星3ですらまだロイヤルチャンピオン完走してないんだ。結構競技勢はみんな一瞬でヒーロー完走させるかなと思う。シューター強いね、これね。シュータールート確かに強い。タウン横の施設をすべてシューターで削らせて、星3の系統で言うと、ボムターンのとこにウォールブレーカーつけて、タウンホールまで触れるようなウォールブレーカーを、大工ぐらいにつけて、この辺打って戻させるみたいな感じかな。クイヒー的には結構ありがちな形。さあ、ベビドラアーチャーターンに差し込みつつ、ウォールブレーカーは投石のところをつけていく。ここ開けずに、一度右にフラしてからって、なんかスーパーディガ出てきたんだけど。弱いじゃん、それ。何その援軍めっちゃ弱い。一瞬で死にましたね。さあ、ここ、ボムタワーは残ってないので、こうなりますね。ボムタワー系の方が良かったんじゃないかな。どうなんだろう。さあレイジタワーだけ発動するという呪文タワーの排除のタイミングが完璧ですね。そのボールブレーカーできんのか強いな。でもこれインビジブルでちょっと苦しくなりますね。上膨らんじゃうかな。ヒーラーがそもそもいなくなっちゃったね。黒く打ちつつ、ホグ展開。ストライカーまで飛ばしていって、ここでトームをかけないの
で、ストライカーは死にましたが、ホグの方はしっかりトームがかかってます。まあ、全部ホグ出すんじゃなくてね、レイジかければホグの枚数はそんなに多くなくていいので、ホグの枚数はロイヤルチャンピオンを守ってくれる分だけ出してれば OK というところですかね。あとちょっとした火力。あとは外周部のね、巨爆。いい巨爆。ホグ対策かな、これは。ストライカー対策かな。こっちの、すげえ対策されてますね。いやー、さすがに苦しいかな。久しぶりに星さんの食い火だったんですが。こんなとこまで。この巨爆、なんか巨爆やばいんですけど、こっちか。ホグかな。うん。82% からどれほど伸びるかというところですが、さすがにこれは、でもこれで、80ちょいまで伸ばせるのですね。破壊率伸ばすのはね、レジェンドリーグほんと大事なんでね。そういったとこはほんと長けてますね。88から9まで伸びるか間に合うかって感じですが、伸びていって、89%。さあ、ラストアタック、ジョーンさん。凸の何かですかね。ガゴなのか何なのか。花火か。なるほど。ロテトームの花火ですね。まあ、ワンチャン。ヘイストまでかけつつ。宝石、対地クロスまで。バビズ久しぶりにバビズです。さあ、援軍までインビジブル隠して、モノリスまで追っていくような形になりそうですが、強いな、それは。もう一枚結局使うことになるかな。強い。バビズができる環境にしてきましたね。さあ、ジャイアント出してクイーンはまだ出さない。ちょっと遅らせることで、クイーンの外れるわけではないので、貯める必要なかったかな。多分狙い的にはそういう理由だったと思うんですけど、あんまり踏み込みすぎると、ターゲット受けちゃうって言って、外れるんじゃねこのタイミングならと思ったと思うんですが、入ってましたね。キングと合流していきますが、ここはテスラが生えてきたことで、キングの HP が結構減ってますね。ただ、初手の作りが非常にいいので、いいスーサイドできてます。9時、これは、おるようなロケバルかな。6時かもしんないけど。おるといいのは9時だと思う。やるならもうやっていいと思うんだよな。なぜなら9時から回収始めれるからです。ロイヤルチャンピオンこれ潰れたんで、このマルチの今度めちゃめちゃきついんじゃないかな。うすけというね。アーチャーター越しではなく大砲から落とすんだ。さあ、ここは折られましたが、9時のアーチャーター残したので、どっちにしようか。ロイちゃんが残したここがきついっすね。ここさえ落ちてれば、あとはここを突破できるかどうかみたいなゲームになってくるんですけど、いやー、ロイちゃんがマルチまで突破しつつ、9時をロケバルカットしてれば、いけたんじゃないかな。これ絶対これアーチャーターからだよ。大砲残っても空に反応できる防衛施設じゃないんで、テスラも見えてたんでね、こっちで5本。なのでテスラ警戒する必要ないんですよね、このロケバル。惜しいな。いやー、ただ初手の作りとね、このプランニングはね、非常にいいプランでしたね。本当に。こういう時ってホグ1とか積んで、チェックした方がいいのかな？難しいですね。はい、というわけでね、終わりました。13対12の破壊率の方も星数の方も勝利という形で終わりました。非常にいい試合でしたね。相手もね、JX タイガー、元 JX タイガー、フーチンナンバーワンということで非常に強いクランだったので、めちゃくちゃいい前回も生まれつつ、お互いにハイレベルでしたね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いしましょう。さらっ